素潜りマーメイドスイム研究所所長のマリダガーです。人魚の学校シリーズの動画は愛知県名古屋市の人魚の学校の練習会風景をまとめたものです。前半でこの日のダイジェスト、後半で人魚の皆様の華麗な泳ぎに重ねて私のおしゃべりにお付き合いいただいてます。今回のテーマはマーメイドのライセンスとはです。最近広まりつつあるマーメイドスイム、実はダイビングと同じようにライセンス、免許があります。マーメイドのライセンスとは何か、どんな試験、テストがあるのか、知られざる人魚のライセンスについて詳しく解説します。2022年6月8日水曜日、愛知県名古屋市名東区にありますダイビングショップ&スクール恵比寿にて人魚の学校の練習会が開催されました。恵比寿のプールは名古屋でも最大級の室内ダイビングプールで、浅いところは水深 1.2 メートル、深いところは水深5メートルあります。水温は27度となっています。この日は臨時の練習会で特別参加させていただきました。というのも、今回はお二人のマーメイドのライセンス講習があったからです。なので、チェルシー先生もシェリーナ先生もお二人の生徒さんにつきっきりだったんですね。私は YouTube 動画用の素材を撮影したり、個人練習したりで自由にプールを使わせていただきました。マーメイドライセンスについては後ほど詳しくお話ししますね。この日のマリダイバーは自作のシルバーマーメイドテールで泳ぎました。これも随分長いことを使ってますね。10年ぐらい前に自分で作ったテールです。その当時2013年の動画はこちらです。タイの海でのマーメイドスイムをご覧ください。やっぱ見なくていいです。はい。泳ぎが下手すぎて恥ずかしいんで、代わりにこっちの初心者の3つの間違い動画をご覧ください。自分でツッコミを入れている分、私の精神的ダメージが少ないんで、こちらの動画の方を見てくださいね。さて、ここからは人魚の皆様の華麗な泳ぎを拝見しつつ、私のおしゃべりにお付き合いくださいね。今回のテーマは、マーメイドのライセンスとはです。マーメイドスイムはライセンスが絶対に必要ということはありません。例えば私自身マーメイドスイム特化のライセンスは持っていません。というのも、マーメイドスイム用のライセンスはほんのここ数年でできたものだからです。私はその代わりにパディのフリーダイバーというライセンスを昔取りました。昔からマーメイドスイムをしている方は全くライセンスを持っていない人も多いです。運転免許と違ってライセンスがないからマーメイドスイム禁止というわけではありません。浅瀬でチャプチャプやるのも OK だし、深く潜らないとダメというわけでもないです。みんなが自分なりの個性を大切にしつつ水と楽しく触れ合える、この自由さがマーメイドスイムの魅力だと思います。ただし、最近マーメイドスイムが広まってきていますね。海やプールで人魚になって泳ぎたいと思う方が増えてきています。その一方、素潜りやシュノーケリングの事故も年々増加しています。シュノーケルもマスクも初めて触ったという方が、いきなり南国の観光ツアーに参加して溺れてしまったり、事故に巻き込まれたり、悲しいことですが亡くなる方もいらっしゃいます。今年に入ってから沖縄県内でマリンレジャーで亡くなった方、または行方不明の方は13人もいます。そのうちの4人がシュノーケリングの事故です。過去10年間での死亡、行方不明者は237人、そのうちのシュノーケリング関係は100人、およそ4割にも上るんですね。シュノーケルもマスクも装着していながら、こんなに事故が起こっているんですね。ましてや裸眼でシュノーケルなしで両足を固定するモノフィンで泳ぐマーメイドスイム。マーメイドスイムがもっと人気になれば、さらに悲しい事故は増えてしまうでしょう。優雅に泳いでいるように見えますが、実はマーメイドスイムはエクストリームスポーツです。命の危険がある究極のスポーツなんです。だからある程度の水泳技術、海や水の中、体に関する知識をきちんと身につけていなければなりません。やっぱりある種のスポーツが流行すると必ず考えなしに無茶なことをやる人が出てきます。だからここ数年でマーメイドのライセンスが普及し始めたというのも当然の流れです。ライセンスを取得したということは一通り知識技術が身についているという証明になりますから、海難事故を減らすためにも今後さらに必要になってくると思います。
ただ私自身はこの種のライセンスに懐疑的というか不安に思っているところがあります。このことは後ほど詳しくお話ししますね。では、マーメイドスイムのライセンスとは何かということについて解説します。マーメイドのライセンスは主に3種類の団体から発行されています。ドイツを拠点とするイムシア International Mermaid Swimming Instructors Association、アメリカを拠点とする SSI Scuba Schools International、同じくアメリカ拠点の PADI Professional Association of Diving Instructors。ダイビングをされる方は SSIパディといえばおなじみだと思います。1966年設立のパディが組織としては一番古いんですが、マーメイドスイムのライセンスとしてはイムシアの方が早いです。SSI が日本でマーメイドのライセンスコースを始めたのは2020年、パディは今年2022年6月からですね。つい最近ライセンスが取れるようになりました。シェリーナ先生もチェルシー先生もマーメイドスイムインストラクターをはじめ、スノーケリングインストラクター、フリーダイバー、救急法など数多くの資格をお持ちです。これだけ多くの資格を持ったマーメイドスイムインストラクターが2人もいるマーメイドスクールは日本でも人魚の学校だけだと思います。私も生徒の一人として大変誇りに思っております。さて、各団体ライセンスの内容が違うのですが、ここからは SSI のマーメイドライセンスをご紹介したいと思います。SSI のライセンスはレベル別に分かれています。トライマーメイド、マーメイド、オーシャンマーメイド、モデルマーメイド、そしてインストラクターの資格があります。今回この練習会で行われたのはトライマーメイドとマーメイド講習ですね。マーメイドのライセンスは学科と実習の2種類の講習があります。学科講習では知識を身につけます。コロナ以降は Zoom などを使ったオンライン講習が多いです。マーメイドスイムの歴史や素潜りに関する知識、水圧、浮力などダイビングに関すること、マーメイドフィンやテールについて、そしてレスキュー法、海の環境など数時間ほどで一通り頭に入れます。後で筆記テストがありまして、25問のうち20問以上正解しないといけません。多分この素潜りマーメイドスイム研究所の動画を全部見ている方なら、おそらくパスするんじゃないかなと思います。今後も知識系の動画を作っていきますので、試験対策としても動画を使ってみてください。それと実技の講習です。モノフィン、マスク、シュノーケルをつけて使い方をマスターします。仰向けになって水に浮かぶバックフロート、そのまま水面を泳ぐバックグライド、ドルフィンキック、ダックダイブでの潜り込みをやります。それからレスキュー、救命法ですね。自分やバディが足がつってしまった時の対処法、ブラックアウトした人の救助、人工呼吸や栄光、岸まで泳いで運ぶ方法を練習しつつ学びます。あとは泳力テストです。まず300メートルスイム。フィンとスノーケルをつけて泳ぎますし、制限時間もないので時間をかければ大丈夫です。フィンとシュノーケルなしだと200メートルです。問題は立ち泳ぎです。これがおそらく一番の難関だと思います。10分間フィンなしで立ち泳ぎをしないといけません。顔が水に沈んだら NG です。巻き足、踏み足、煽り足、挟み足。日本古来の古式泳法にもいろんな種類がありますが、とにかく何でもいいので10分間耐えてください。それからバブルキス、バブルハートなどの泡の技、バックフリップやスピンなどのテクニック。これらを練習して学科テストに合格したらライセンス取得となります。オーシャンマーメイドの場合はさらに海での講習があります。海の場合は海底に沈んだ人を海面に引き上げるレスキューがありますが、他の内容はマーメイドとほぼ同じです。以上 SSI のライセンスのテスト内容となります。ただね、冒頭にも言いましたが、私自身はライセンスについてはちょっと不安要素というか心配していることがあります。それはスクールによるライセンスの乱発です。なんか業界批判になってしまうようで何とも言いにくいのですが、長い歴史があり市場も大きいスキューバダイビングにおけるライセンスですでに起こっていることなんです。それは技術的にも知識的にもこんな人に取らせてしまってもいいのと疑問に感じるような未熟なダイバーにもライセンス認定してしまっているケースがあることです。以前マスククリアの動画でも言いましたが、ただライセンスを取るためだけの試験になってしまっていることがあります。本来のマスククリアとは、海中でマスクのストラップが切れても慌てず騒がずマスクを回収して
マスクをつけ直して水を抜き、視界を確保するテクニックですよね。でもライセンスのテストでは裸眼で目を開けるのが怖すぎて、ぎゅーっと目をつむったままマスク外してマスクブローしてはいできましたみたいな方もいるんですよ。一体何のためのテストなんでしょうか。たかがマスクが外れたぐらいでパニック状態になるような人を深い海の中に潜らせるようなライセンス、本当に本末転倒です。目をつむったままおっかなびっくりでマスクをつけたり外したりして、それでオープンダイバーライセンスなんて本当に大丈夫なのと心配になります。実際マーメイドスイムでもオーシャンライセンスを持っていると言っても、このレベルの技術力で大丈夫なのとスキルに疑問を持ってしまう方もいます。もうちょっと練習した方がいいのではと不安になってしまうんですよね。ライセンスは今後の日本におけるマーメイドスイム発展のためにも必要不可欠なものになると思います。でもライセンスさえあればいいのか、ライセンスのためだけのトレーニングで果たして安全は確保できるのかと疑問に思っていることも多いんです。まあね、マーメイドスイムのライセンスはまだまだ始まったばかりです。数年の歴史しかありません。だから今後一つ一つ問題に対処しつつ発展していくんだろうなと思います。最初から全て完璧なものはありませんからね。ライセンスを取得したい。ライセンスのために頑張る。そういうお気持ちは心から応援したいです。目標があることは素晴らしいです。ただ、一体何のためのライセンスなのかということは常に私たちマーメイド全員が心に留めておきたいことだと思っています。以前フリーダイビングを習っていた時、講師の方がこう言っていたことを思い出しました。最も優れたフリーダイバーとは何でしょう。誰よりも深く潜れるダイバー？誰よりも長く息を止められるダイバー？違います。最も優れたダイバーとは必ず生きて戻るダイバーです。どれだけ深く潜れても、水中に長くとどまれても、死んでしまったらそれはダメなダイバーです。と、はっきりおっしゃっていました。私たちマーメイドにとって最も大事なことも同じです。水の中を自由に楽しむためにも、必ず生き延びてください。お互い事故のないよう安全にマーメイドスイムを楽しんでいきましょう。また次の動画であなたとお会いできたら嬉しいです。